ネムレスはセルフプロデュースプロジェクトで、全部私がやってます。でメンバーはもう一人トミーというスタッフの人がいます。私がやりたいことを叶えるプロジェクトです。やろうと思ってなったんじゃなくて、そうなっちゃった好きなことを全部やったらそうなっちゃいましたね。絵も例えば絵を描くのも好きだけど、別にネムレスとしてじゃなくてうてなゆきとして私が勝手に絵を描いて、例えばソロエキシビジョンとかすることもできたと思うけど、めちゃくちゃスケジュールを管理するのが下手くそなんですよ、すごく。それでネムレスを一緒にやってるトミーが全部連絡だったりとかお金の管理だったりスケジュールの管理をしてくれるから、今は何をするのもネムレスのプロジェクトで動く方が私は快適だから、ネムレスとしていろんなことをやってます。それは、私はもともと激しい音楽が好きなんですよ。スラッシュメタルとかハードコアとかデジタルハードコアが大好きで、ネムレスもそういうつもりで音楽活動をしていたんですけど、ちょうどスウェーデンにサバトンってバンドがいるじゃないですか。でサバトンは、戦車の上でライブをするっていうちょっと結構やばいクレイジーなバンドなんだけど、超かっこいいなと思って、ずっといろんなインタビューで「あなたの夢は何ですか?」って聞かれるたびに戦車の上でライブしたいって言ってたんですね。そしたらファンの人たちが私に戦車をプレゼントしてくれました。だからみんなで作ったの。なんだろう、何度かコラボして思ったのは、私は絵が描けるから他のアイドルさんとコラボするときに、例えばフライヤーだったり T シャツだったり何かデザインを、グッズのデザインとかをウテナが描いて提供することができるのは自慢だなと思ってます。あとは何かを今言おうとしたんだけど、そう、一度もグループになったことがないんですよ。だからグループの子たちと一緒にコラボレーションの練習をするときに、グループってすごいなっていつも思ってます。オルタナティブフェステンは、今回のスウェーデンへのツアーはガルーダとサリちゃんとネムレス3人で来たんですけど、私だけ海外でイベントに出演した経験がなくてすごく不安だったんですけど、その不安を打ち消してくれるくらい、SJPA の人たちがすごい優しくて、何度も何度もインタビューしてくれて、コロナの難しい環境なのにこの人たちと一緒だったら海外に行くのもきっと楽しいと思って、まず簡単に信じさせてくれたのがすごいなと思って、でそれで海外フェス当日はネムレスはフロントスクリーンでのライブをしたんですけど、今まで日本でもフロントスクリーンでのライブってその設備があるライブハウスでしかやったことがなくって、ネムレスは本当に動画を作っただけで、機材を何も準備していったわけじゃないんですよね。だから海外のツアーで誰かがスタッフがそのフロントスクリーンを用意してくれて、それをできるって本当にすごいスペシャルなことだと思って、まずすごい感謝しましたし、海外の人たちの反応が日本の人たちと違って新鮮で楽しかったです。日本のオタクたちは決まった動きをしてくれる。なんだろうなんていうの、はいはいとか、はい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 とか決まってる動きがあるから、私もすごいそのなんかレスポンスに慣れちゃってたけど、それをしない人たちの前でライブしたのはすごい新鮮でした。これ答えになってるかな、大丈夫かな。
日本でも私は結構アイドルが出るようなイベントじゃないイベントに呼んでもらえることがあって、周りはみんなバンドとか、女の子が誰もいなくてすごいハードコアのバンドの中にネムレスだけとか、すごいうるさいっていうか、すっごいデジタルハードコアのバンドの中にネムレスだけとか、結構そういう自分のホームじゃなくてアウェイの環境でライブをすることは多くて、慣れてるつもりだったんだけど、私は結構 MC でみんなの心をつかむのが好きで、ちょっと面白いことを言うみたいな風なライブの組み立て方をするんだけど、言葉が通じないから、MC でみんながちゃんと聞いてくれるか不安だったけど、結構みんな反応してくれて嬉しかったです。私はレトロゲームがすごい好きなんですよ。それは多分自分の音楽のエッセンスにもなってると思うんだけど、今までやったのは一番多いのはスーパーファミコンのタイトルが一番多くて、好きなのはゼルダの伝説シリーズを順番にちょっとずつやってってます。一番好きなゲーム1個だけ難しいな。一番好きなゲームはスーパーファミコンの天外魔境ゼロが一番好きだけど、迷う。マザー2とも迷ってるし、ゼルダの神々のトライフォースとも迷ってる。でも天外魔境ゼロかな。配信で一番好きなのは頑張れゴエモンシリーズかゼルダと迷ってるけど、頑張れゴエモンシリーズかな。いっぱい死ぬからみんなが盛り上がるなんでもいいの？そういうのめっちゃ好き。能力バトルの話でしょ。時間を操る系か。時間操るかな。時間を操ってすごく過去に行って、都市伝説がすごい好きなんだけど、日本に来たすごい有名な UFO とか未解決の事件とかを見たい。だから時間を操る能力が欲しい。多分みんなも気づいたと思うんですけど、私たち CD もあまりちゃんと作品になってないし、ストリーミングもサブスクっていうのかな、もう全ての作品がまだラインナップされてなくて、それはなぜかというと、私は2年前ぐらいまで事務所に入ってたんですよ。それで事務所にいた時の作品と、自分がこのなんていうの、野生ポケモンってなんていうんだろうのに放たれてからの作品のその関係がすごく難しくて、でも今年に入ってからそれを整理できるようになったから、これから自分の代表になるような、ネムレスといえばこれっていうようなアルバムに今までの作品をまとめる準備をしてるから、これから作るつもりです。ヨーロッパとスウェーデンのファンタジーなんだろう、なんかめっちゃいいこと言いたいけどご飯が美味しかったみんな優しかった。だからもう一回来たいから、本当に来ますね。また待っててください。はい。